こんにちは。元の姿はオカメインコ。ライブ配信は VTuber、動画などたまに実写の ES エコリンです。今回はファイファインさんからオーディオインターフェースとゲーミングヘッドセットをご提供いただきました。新しく購入したこちらの手袋で撮影していきますね。オーディオインターフェースのレビューがメインですが、ヘッドセットもとても可愛いので、どちらもじっくり正直にレビューしていきます。ボイスチェンジャーもあるので、楽しいレビューになると思います。ぜひ最後までご覧いただき、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。それではレビュー、オカミン、ゴー!こちらはオーディオインターフェースアンプリゲーム SC3 です。オーディオインターフェースって機能とお値段がピンキリです。2万円台や6万円台のものもあります。取扱説明書は日本語だけの説明書です。細かく書いてあってわかりやすいです。裏表あります。ちなみに私は今までオーディオインターフェースは使わずにすべて OBS のフィルターだけで設定していたので初めてのオーディオインターフェースです。本体外側はプラスチック製かな?その分メリットとして軽いです。測ったら約 300g でした。カラーはホワイトとブラックもあります。裏面には滑り止めがついています。付属のケーブルは2本です。こちらは両端が 3.5mm 端子です。ケーブルの長さは約 1.5 メートルです。そしてこちらのケーブルは長さ約2メートルです。本体に挿す側がタイプ C で背面の右端に挿します。ケーブル反対側はタイプ A または C どちらかをパソコンまたはノートパソコンに挿します。早速挿して接続します。RGB ライトから見ていきましょう。右上のライトボタンを短く押すと4種類の色が変化していくパターンに切り替わります。2倍速できます。全体的にゆっくりと色が変化していくパターン。一度消えて点滅しながら色が変化していくパターン。1個ずつ時計回りに色が変化していくパターン。そして単色、赤、ピンク、紫、青、水色、緑、黄色、そして3秒長押しするとオフになります。それでは改めて背面を見てみましょう。右から XLR マイクや 6.35mm 端子のマイク用、ダイナミックマイクかコンデンサーマイクの切り替えスイッチ。ここ必ずご自身のマイクに合わせてくださいね。こちらはヘッドセットの入力と出力です。マイク付きのヘッドホンなどここに挿します。そして LINE 入力。ここはスマホやタブレットを接続すると、スマホやタブレットから音を入れることができます。ここまでが主に入力ですね。XLR マイクとヘッドセットを同時に挿しても、同時には使えないみたいなのでご注意ください。こちらはヘッドホン出力です。XLR マイクで音声入力して、ヘッドセットで聞く場合も、ヘッドセットをこちらに挿します。LINE 出力は、スピーカーやスマホに音を出力します。私が今回オーディオインターフェースと一緒に試させていただくのはこちらのマイク付きのヘッドセットです。取扱説明書は裏表に日本語で書かれています。サイドににっこりした顔があります。手に取るときに癒されます。カラーはホワイトの他にピンクとブラックもありますよ。重さは付属のケーブルを挿していない状態で 270g しかありませんでした。軽くていいですね。すでにヘッドセットにつながっているケーブルは長さ約 108cm。こちらのオーディオコントロールパッド付属のケーブルは長さ約 207cm と説明書に記載があります。こちらが着脱式の全指向性マイクです。ヘッドホンのこちらの穴に挿します。角度が自由に変えられますよ。ヘッドバンドを引っ張るとわずかにカチカチっと段階的に最適な位置に調節できます。耳が入る部分は 4×5.5cm くらいです。周りが柔らかいレザーのような生地で押すとふわふわしています。オーディオインターフェースにも接続できますが、ゲームのパッドやスマホにもこのまま接続できます。さらにオーディオコントロールパッドをつなげて USB コネクタからパソコンやプレステ5にも接続できます。このオーディオコントロールパッド便利ですよ。ヘッドホンの音量調節とマイクの音量調節があります。中央には 7.1 チャンネルサラウンドサウンドスイッチがあります。7.1 チャンネルサラウンド?どんなものなのか、フォートナイトで試してみたいと思います。視聴者さんとマッチへ行って録画していただきました。ありがとうございます。ヘッドセットそのままの音質もご確認いただけます。ウィリー、なんかめちゃくちゃシュール。私は普段オープンイヤー型のイヤホンでプレイしています。ヘッドホンでプレイするのが初めてなのもあるかもしれませんが、
こんなにいろんな効果音が流れてたんだってびっくりしました。すごく小さな音も聞こえます。それではいよいよヘッドセットをオーディオインターフェースにセットして試してみたいと思います。オーディオコントロールパッドは外します。こちらのヘッドセットを使うときはスイッチをコンデンサーにします。ご自身のマイクに合わせて切り替えが必要です。それではオーディオインターフェース SC3 を使っていきます。まず黒いスライダーとスライダーの下にあるボタンから説明していきます。一番左はマイクのゲイン調節です。ボタンは短く押すとライトがついたり消えたりします。ライトが光っているとミュート、光っていないとミュート解除です。マイク自体のミュートボタンがカチッと鳴るタイプだったり、そしてマイク本体のミュートボタンの位置が押しづらかったとしても、こちらでミュートにすればカチッと音が相手に聞こえないし、手元に置いて静かに操作できますね。左から2番目は背面のライン入力のところにスマホやタブレットを接続している時に聞こえてくる音量を調節できます。ボタンが光っているとミュート、光っていないとミュート解除です。そして左から3番目は背面のヘッドホンまたはヘッドセットにヘッドホンを接続しているとマイクの音声を0遅延でモニタリングしながら音量調節できます。ヘッドホンしながら話すと自分の声が変な感じしませんか？モニタリングしながら話すと違和感解消です。ボタンが光っているとモニタリング中。光ってないとモニタリングしていない状態です。ちなみに音量を上げると自分の声だけじゃなく、ゲーム音など聞いている音も大きくなっちゃいます。そして右端は背面のライン出力にスマホやタブレットを接続していると音量調節ができます。ライトが光っているとミュート、光っていないとミュート解除です。それでは左右のボタンについて操作してみましょう。左上の 48V ボタン。こちらは接続する XLR マイクが 48V の時にはオンにします。今回のヘッドセットではオフです。押すときはご自身のマイクの使用をよく確認してからにしてください。エレクトリックボタンを短く押すと12基調に切り替わるそうです。これは楽器の録音とかに使うのかな？使い方が間違ってるかもしれませんが、フォートナイトのボイスチャットで試してみたのでご覧ください。こんにちは。どうですか？変わりました？こんにちは。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 一周しました。電子音みたいな声になりましたね。チェンジボイスボタンを短く押すと、6種類の音声に切り替えることができます。男性、女性、ロボット、モンスター、ベイビー、お年寄り、そして3秒長押しでオフになります。こちらもフォートナイトのボイスチャットで試してみたのでご覧ください。こんにちは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 。ありがとうございます。今声変わってます声が何を言ってるかわかりにくくなりますが、面白いですね。ボタンが4つあります。このボタンが便利で面白いです。マイク、LINE 入力、PC からの音声から好きな音を録音し保存できるそうです。そして好きな時にポチッと押すとゲームチャットやライブ配信で効果音として流せるそうですよ。カスタムボタンは4つあるので4種類設定できるということですね。使い方はボタンを3秒長押しするとライトが点灯して録音中になります。短く押すと録音内容を再生できます。再生中はライトが点滅します。これ使い方次第でめちゃめちゃ活用できますね。ナイスーって録音してライブ配信で流したら視聴者さんが気づくのかドッキリしてみたいと思います。この録音したナイス何回鳴らしたら録音って言ってもらえるのでしょうか？そしていつもとマイクが違うことに気づくのでしょうか？ナイスー !30 分経っても気づいてもらえなかったので、私から視聴者さんにいつもと違うところがないか聞いちゃいました。そしたら、確かに録音、ナイス記録音。マイクがいつもと違うことや、ナイスーの違和感に気づいてもらうことができました。ナイスーが録音だったのは、なかなか気づかれなかったですね。最後に、オーディオインターフェースに接続していない時としている時で OBS の音声ミキサーを見ながら比較してみます。音声フィルターは全く設定していません。マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、ワン、ツー。これはヘッドセットをオーディオインターフェースに接続していない状態です。マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、ワン、ツー。
これはヘッドセットをオーディオインターフェースに接続している状態です。オーディオインターフェースに接続したら音量が少し小さくなりましたね。ちなみにオーディオインターフェースに接続した場合のマイクの音量調節のスライダーは最大にしています。音量からの影響かわかりませんが、話している時の声のざらつきが減っているように感じるし、無言の時の音声ミキサーのゲージの反応が小さくなっています。ノイズに関してはオーディオインターフェースに接続していなくても接続していてもゲーム内でボイチャの相手には気にならなかったそうです。声の質はオーディオインターフェースありの方がいいですね。どちらの場合も OBS のノイズ抑制などで消せるので私は気になりませんでした。マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、ワン、ツー。これはヘッドセットをオーディオインターフェースに接続して OBS の音声フィルターも設定している状態です。お使いのマイクによっても異なるかもしれません。感想です。価格に見合った機能かなと思います。この価格帯でオーディオインターフェースをお探しの方、私みたいにオーディオインターフェース初心者の方や、とりあえずどんなものか試してみたいなって方にもおすすめです。そして、配信してない時や配信しない方でも、ゲームをするときにマイクとつなげておけば、手元でマイクやゲームの音量を調節できるし、ボイチェーンを使うこともできますね。マイクと一緒に購入の際は、マイクの接続端子を必ずご確認くださいませ。ちなみに以前レビューさせていただいたファイファインさんのダイナミックマイク AM8 は、こちらのオーディオインターフェースに対応しています。一緒に使うとデザインもライトもマッチしてデスク周りがよりおしゃれになります。注意としてエコーのようなリバーブ機能はありません。私はリバーブしたいときは OBS でかけてるので気になりませんが、オーディオインターフェースに必須で求めている方はご承知おきくださいませ。現在価格です。オーディオインターフェース SC3 は約6000円です。ヘッドセット H9 は約5000円です。価格は時期により前後してると思いますので、検討していただく際はお手数ですが、概要欄のリンクからぜひ現状価格をご確認くださいませ。リンクは Amazon アフィリエイトリンクになっていて、リンクを経由してからお買い物していただくと、購入価格のうち数%が私の収益となります。皆さんには追加料金なしで個人情報などもわかりませんので安心してください。よかったら経由してからのお買い物お願いします。リンクから購入してくださっている方のおかげで収益が発生しております。ありがとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。参考になったよと思ったら高評価よろしくお願いいたします。次回の動画やライブ配信でお会いしましょう。またねー。